こちらでは、30歳の舞台監督、かよ、の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、星空の下、もう一つの明かり。嘘でしょ？なんで、あんたがいるの？愛知県、豊根村の山奥にあるキャンプ場。舞台監督として日々走り続ける遠藤佳代にとって、ソロキャンプは心と体をチャージする大切な時間。誰にも会わず、一人で自然と向き合うはずだったその夜、思わず口をついて出た言葉を、佳代はすぐに飲み込んだ。だが、驚きは隠しきれない。視界に入ったのは、テントを設営中の男、西村照明。舞台照明のプランナーであり、かつて佳代が演出を手掛けた小劇場公演で衝突した因縁の相手だった。よう、舞台の鬼監督さん。こんな山奥で再会とは、奇遇だな。にやりと笑う顔に、佳代は思わずため息をついた。開くんでしょ？まさか舞台照明の人間とキャンプ場で鉢合わせるなんて。数年前の舞台で、西村は照明プランをめぐって一歩も譲らず、そんなに全部コントロールしたいなら、ロボットにでも照明やらせろよ、と吐き捨てた。自分もまた、正しさに固執していたから、真正面からぶつかって、空気は最悪だった。もう二度と会うこともないと思っていたのに。結局、隣の区画だったこともあり、二人はしぶしぶ焚き火を囲むことになった。夕暮れの静けさの中、炎の揺らぎに照らされながら、ハイボール缶のツルタブが静かになる。粘土、お前、酒飲めたっけ？なんで呼び捨て？沈黙。会話はぎこちない。じゃあ、かよさん。ごめん、それは無理。今度は二人とも、ふっと笑った。今の、ちょっと面白かったわ。そりゃどうも。評判の実力派監督さんに笑ってもらえたら光栄だ。で、桃子。強くはないけど、ありがとう。雰囲気くらいは楽しみたいわ。西村からハイボール缶を受け取る。その手が、ほんのわずかに震えていた。火の温かさとアルコールの柔らかな感覚が、時間とともに緊張を溶かしていく。そういえば、最近のお前の演出、評判だったぞ。ありがとう。劇場も人も変わったけど、あの頃よりは少しは丸くなったかな。思ってることが、ちょっとずつ形にできるようになってきたかも。いや、あの時の鬼っぷりときたら、伝説だったからな。うるさい。冗談を交わすこの空気が、妙に心地いい。そんなことを思ってしまうのは、少しだけくすぐったい。夜が更け、焚き火の明かりが静かに揺れる。空には、無数の星が広がっていた。かよは、ふと顔を上げる。こんなに綺麗に星が見えるなんて。どんな舞台照明でも、これにはかなわないかもね。ぽつりと漏らしたその言葉に、西村が静かに答える。俺、本気で照明が負けてるって思うこともある。西村の言葉に、かよは目を見開いた。頑固な照明さんにしては、偉大なセリフね。何？今更あの時のことを謝って、演出家に媚び売っても無駄よ。違う。山で見るこの星空を見て、毎回思うんだ。俺たちがどんなに光を操っても、自然の光にはかなわないって。この人、そんな風に思ってたんだ。でも、わかる気がする。黙って顔を向けると、西村は空を見上げたまま、どこか寂しそうに笑っていた。あの時、お前とぶつかったのも、自分の技術に酔ってただけだった。周りが見えてなかった。ごめんな。胸の奥でくすぶっていた何かが、そっと溶けていくような気がした。自然の包容力のせいか、かよも普段なら言わないことを、つい口にしていた。私も、あの頃は誰にも頼れなかった。全部、自分で背負わなきゃって思い込んでた。ハイボール感を胸元に抱きながら、焚き火を見つめる。パチッと焚き火がはぜる音が、夜の静寂に溶けていった。沈黙。けれど、それはもう気まずさではなかった。ふと目が、何？この感じ。なんで俺、今こんなに心が揺れてるんだ。そして、ほんの少しだけ距離が近づく。ちょっと、なんで？やばい、止まらない。互いに言葉を探すより先に、唇が触れ合った。
驚くほど自然で柔らかなキスだった。触れた瞬間、時間が止まり、かよは思わず体を引いた。なんで、今の。多分、星と酒のせい。しばらく、静寂な二人を包む。そんなロマンチックなこと言わないでよ。照明でしょ？役者ならともかく。いや、本気で思ったんだ。今の君は、焚き火に照らされて、すごく綺麗だった。バカ。言葉が出ない。でも、顔は熱い。きっと、気のせいじゃない。かよは照れ隠しのように、西村から目をそらした。これ、明日には忘れてくれていいから。そう言いながら、どこかでその言葉が本心じゃないと、自分でも気づいていた。西村は少し寂しげに、でも優しく笑った。忘れたくないって言ったら、ダメか？返事はできなかった。でもその夜、かよはテントの中で胸に手を当て、何度も自分の鼓動を数えていた。そして、ぽつりとつぶやいた。もう、何なのよ。ずるいよ、あんた。たった一晩の出来事。でもその記憶は、星空と同じように、かよの心にいつまでも瞬いていた。さて、今回は短編小説「星空の下もう一つの明かり」からの抜粋を、一緒に読み解いていきたいと思います。主人公は30歳の舞台監督、遠藤佳代さん。彼女がソロキャンプ中に、思いがけず過去にちょっと因縁のある人物と再会するという場面から始まりますね。その相手というのが舞台照明プランナーの西村照明。かつては仕事でかなり激しくぶつかり合った2人なんですよね。そうですね。でこの偶然の再会が2人の関係にどういう変化をもたらすのか、仕事上の対立が予期せぬ形で個人的なつながりへと変わっていくかもしれない、そんな過程をもしかしたらあなたの経験とも重ねながらちょっと探っていけると面白いかなと。まずはキャンプ場での再会シーンですけど、結構気まずいですよね。かよが嘘でしょって内心驚いてるところに、西村がよう舞台の鬼監督さんなんてからかう感じで声をかけてくる。ありましたね、そのセリフ。過去の数年前の照明プランをめぐる口論とか、ロボットにでも照明やらせろよみたいな西村の捨て台尻とかが蘇ってくるわけですよね。忘れられない記憶というか。そうですね。だから最初はもう明らかにぎこちない、しかも運悪くというか、欲というかトライ同士の区画だったっていう。そうなんですよね。これで仕方なく焚き火を一緒に囲むことになるんですけど、ハイボール片手にしても会話はなかなか弾まないんですよね。この時点だとまだやっぱり過去のわだかまりが強く残ってる感じが伝わってきますね。そのちょっと重い雰囲気が少し変わるきっかけになるのが西村の言葉なんですよね。かよの最近の演出評判だったぞって。これはなんかちょっと意外でした。そうですね。これは興味深い変化ですよね。なんか仕事っていう鎧を脱いだ場所だからこそなのかな。西村も普段は見せないようなちょっと素直な部分が出たのかもしれない。なるほど。あるいはそのかよの変わらない情熱みたいなものをどこかで認めていたっていう可能性も考えられますよね。確かに。ここで彼はただ過去を引きずるだけじゃなくて、現在の相手を認めようとしてる、そんな風にも見えますね。それに対してかよの方も、あの頃よりは少しは丸くなったかななんて応じる。そしてふと夜空を見上げて、どんな舞台照明でもこれ星空にはかなわないかもねって漏らす。この一言がなんか会話をぐっと深いところに持っていくような気がしますね。まさにここが転換点だと思います。ここで西村が俺本気で照明が負けてるって思うことがあるとか、自然の光にはかなわないって本音を明かすんですよ。以前の自分の技術に絶対的な自信を持ってた彼からはちょっと想像もつかない言葉ですよね。やはり自然という圧倒的な存在の前でプロとしてのプライドとはまた別の感情が生まれたのかもしれないですね。しかもですよ、過去の衝突について自分の技術に酔ってただけだった、ごめんなって謝罪まで。そうなんですよ。これは単にお酒が入っていたから言えたのか、それともこの星空の下っていうシチュエーションが彼にそういう内省を促したのか。どうでしょうね。でもその謝罪が今度はかよの心も開かせるんですよね。
私もあの頃は誰にも頼れなかったって自身の弱さというか抱えてたプレッシャーみたいなものを打ち明ける。これも普段の仕事場では絶対見せない一面ですよね。確かにそうですね。こうやってお互いが少しずつ本音をさらけ出すことで対立してた2人の間になんか予期せぬ共感みたいなものが生まれていく。この非日常的な空間がそれを可能にしたのかもしれないですね。そして焚き火の音だけが響くその静寂の中でふと目が合ってしまってキスをしてしまう。これがまたすごく静かで衝動的なんだけどどこか自然な流れにも感じられる、そういう描写ですよね。その直後のちょっとした動揺がいいですよね。西村が星と酒のせいって理由付けしようとするのに対して佳代がそんなロマンチックなこと言わないでよって返すんだけど、でもそこで西村は今の君はすごく綺麗だったってごまかさずに伝える。この率直さがまた関係性の変化を決定づけるような気がしますね。佳代は照れちゃって明日には忘れてくれていいからなんて防御線を張ろうとするんですけど、西村は忘れたくないって言ったらダメかってさらに踏み込む。この一言なんかグッときますよね。もう過去の敵対関係には戻れないぞみたいな空気を感じさせます。本当にたった一晩の出来事なんですけどすごく濃密ですよね。仕事上の、ある種のライバルだった2人がキャンプっていう偶然の舞台で互いの鎧を脱いで本音で語り合って、で予期せぬ形で心が触れ合った。佳代はね、自分のテントの中で高鳴る鼓動を感じながらもう何なのよずるいよあんたってつぶやくラストシーン。これはこの先の展開をいろいろ想像させますよね。そうですね。仕事とか普段の生活での関係性が全く違う環境である種リセットされるような瞬間ってあるのかもしれないですね。もしあなたがですね、過去に何かわだまりがあったような相手とこんな風に予期せぬ場所で再会したとしたら、そこではどんな言葉を交わしてあなたの心にはどんな変化が生まれると思いますか？そんな想像を巡らせてみるのもまた面白いかもしれませんね。最後まで聞いていただきありがとうございます。佳代のプロフィールはこちらです。演劇の演出に情熱を燃やす30歳の舞台監督です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。